こんにちは。どうぞ。お邪魔します。稲田翔です。28歳です。賞金作家をしております。今で独立して4年ほどになります。高校を3年間総合造形科江南造形高校というところに行ってまして、でそこで金工と出会って3年間、ちょっとだけですけど学んだかな。で、彦水のジュエリーカレッジっていうジュエリーの専門学校に、2年生と3年生があるんやけど、僕は3年生のハイジュエリーコースっていうところに入って、基礎的な技術知識と、あとは宝石の知識、あとは CAD とデザインと、あとは木目金とかヨーグリとか七宝とか、伝統技法とかも幅広く学びました。でその後こういったケユノっていう路面店でいうとサーモンピンクの、なんだここはみたいな、ディズニーみたいな木の根っこのような、木の根っこのでそこに就職して、で2年間おったんやけど、1年は一番でかい工場にいて、僕は地金部門で他にもワックスとかダイヤ研磨とか革とかレーザーとか商品管理とか、そういう部門が全部入っているところで仕事をしていて、残り1年は東京の町田店の方で1年間店舗クラフトマンとして仕事をしてました。いろいろ修行をして、その時に自分が作りたいもの、今の自分が新しく生み出したものがどんなものかなっていうところで、自分自身のブランドを持ちたくなって始めたところですね。一応ブランド名がエトという名前でして、一応エトが4年、エトジュエリーが2年ほどやってまして、でエトっていう名前は永遠と十和の頭文字の造語を取って合わせてエトにしてます。意味合いとしては、その永遠十和にお客様に大事に身近に寄り添ってもらえるようなジュエリーを目指してというところで名付けました。でエトはどちらかというとモチーフものをメインにしたアクセサリーのブランドで、一番メインにしてるのはペストマスクのモチーフがやっぱり人気で作ってて、またエジプト系とか、その後にちょっとジュエリーをだけ作れるようになってきて、ちょっと石使ってジュエリーしたいなってなった時に、エトを知ってくれてる方にも引き続きつなげて知ってもらえるように、あんまり自分の中で同じ人が作ってるから別個にしたくないっていうのもあって、後ろにジュエリーっていうのをつけてエトジュエリーっていう名前でもう一個のラインで今はね進めてます。エトジュエリーだったり、天然石を使用していて、主にインクオーツ水晶だったりインクルージョンが入った石っていうのをメインで使ってます。もちろん色石、ダイヤとかルビー、サファイア、エメとか、一般的で人気だと思うんですけど、僕自身が面白いなと思ったり、より作りたいっていう感じたのがインクルージョン系の石、中にいろんな内包物が入った個性的な石がすごく好きで、そういうのをメインにジュエリーを今は作ってます。ここに来たのは半年前で、きっかけは僕が独立してちょっとアクセサリーとかジュエリーを作ってた時に、彦水野の2年生の時の担任の先生が「ちょっとお前仕事手伝ってみえへん?」っていう話をもらって、で近くに田中さんは住んでて、でそこまで行って仕事をちょくちょく手伝うようになったんよね。でその後いろいろあって知らぬ間に一緒の仕事を2人でするようになり始めて、新しい屋号ができて、でそうした際にすごく一緒に接点が近くなったんで、結構頻繁に会ったりいろいろ考えたり時間を共有しなあかんようになってきて、で僕は当時実家が堺の方やから堺の方に住んでて、1時間ぐらいここまでかかってて「お前もうこっち住まへんか」みたいな話になって、
おおおちょっと一回見に行っていいですかみたいな話になって、で見に来て、まあもともと個人でアトリエってものは欲しかったし、やっぱりいろんなイベントに出店しててもお客さんにアトリエとか店舗とかありますかって聞かれることはもう多分今まで100回以上あるかな、まあ当時ちょっと別のとこでアトリエ借りててんやけど、なかなかちょっと来にくいとこやから、っていうのもあってなかなか招待することができなくて、でまあ僕自身はその30歳ぐらいに自分の箱を持てたらいいなっていう思いで一応動いていたんだけど、でそういう話がたまたま来たんで、じゃあもう行っちゃおうと思ってここに来ました。まあここのアトリエの話で言うと、まあいろんなお客さんも来るし作家も来るし、いろんなことを楽しめるような場所にできたらなって思ってて、まあ例えば近くに枕目の作家さんとか、まああとは革の作家さんとかおるんやけど、でそういう方をここに招待して自分のお客さんだったりその方のお客さんに来てもらってワークショップしたりとか楽しめたりとかなできるかなと思ってて、わかります。すごいなんか割と駅近なんでみんなも来やすいんで、人と人をつなぐ場所の一個でもいいかなとは最近は感じてて、体験と教室をやっていて、僕がここでまあ普通に仕事をしながら隣に座っていただいて、まあ、作っていくっていう流れで、体験は、一本の角線からリングを作るっていうことで、まあ、それも長期で必要な工程というのは一通りやるねんやんか、まあ、例えば火を当てて金属を柔らかくしたりヤスリを使ったり、あとは曲げたり、でリューターっていうこの歯医者さんとかによくキュイーンっていうところで磨いたりとか、まあ、一通りやる。で5時間で1万円やし、手ぶら OK やし、その場で持って帰れるし、あと最後に写真も自分で全部撮るから、それもプレゼントしてるんで、教室はもう何でもあり、作りたいものを作る。でそれに合わせて自分が今まで経験してきた技術とか知識を全部出して作り方を考えて提案して一緒に作っていくっていうのが教室になってる。今やってる仕事の種類は、まあ、全部ジュエリーやねんけど、いろんな種類パターンがあって、まあ、一つはさっき言ったジュエリーのブランド、自分が考えたデザインとか自分で仕入れた石でジュエリーを作って販売まで持っていく、まあ、場所はここやったり百貨店だったりお店だったり、まあ普通のお店、個人のお店だったりするんだけど、で販売と、まあ、あとは今一番オーダーが多いのは持ち込み石でのジュエリー製作がかなり多い。まあ、ミネラルショーとかにも出店してるんやけど、ミネラルフェスタとか石のイベントとか石好きさんが集まるところにも出店してて、まあ、そこで他にも石の業者さんが出てるから、そこで買ってきた石をこの石でジュエリーを作ってほしいんです、じゃあ今ジュエリー僕こんだけ作ってるんでこんな風になりますよどうですかみたいなカウンセリングをしてお客さんの石で一定もののジュエリーを作るっていう仕事が結構多いですね。だから結構お客さんもその石屋さんで石を購入して、その石屋さんにこれジュエリーにしたいんですけどどうしたらいいですかとか、業者さん知ってますかっていうのがもうめちゃくちゃ多いみたいで、でまあその際に紹介してもらってアトリエ来てもらったりとか、あとはインスタの DM とかそこからでも見積もりだけでもできるし、まあ、そこから顔を合わさずに石の発送だけでオーダーとかも東京、関東とかねやったりはしてるんやけど、そのジュエリーのリフォームリメイクっていうのもかなり今増えてて、おばあちゃんかお母さんからもらった縦爪のダイヤがついたティファニーセッティングっていう6本爪でガーンってついて、そうなんか逆にまあ今の20代前半の子、まあ、僕もそう思うんやけど、まあ、ある意味可愛いなとは思うんやけど、
そのリングでリフォームしてほしいっていう方がかなり多い。タンスに指輪が眠っちゃってて、つけないくなってるんだけど、実はついてるダイヤとかは結構グレードが高いダイヤで、いいものが多い、大きいし、で今金属の値段もすごい買い取りの値段も上がってて、で実際にリフォームリメイクした際は自分が石を外してでその金属を買い取ってるんやんか。でそのオーダー金額から買い取り価格の差分でオーダーを受けていて、まあ、ざっくり言うと平均で1万円ほどマイナスにはなるから、まあ安くオーダーできて、でかつまあペントップでもいいし、リングでもいいし、ピアスでもいいし、シンプルに華奢に可愛く作ってます。そうね、まあ見積もりだけでもね全然いいし、まああとはそのシンプルにジュエリーの買い取りもやってますね。インスタの DM でツイッターもやってるんですよ。でツイッターの DM、あとはメールアドレスかな。あ、わかります。ぜひチャンネルの概要欄にここに載せときます。まあ何でも全然いいですよ。まず彫金はすごく時間がかかるものです。で、まあ彫金はなんかまあ 3D プリント、CAD とかもできてきて、まあ、効率よくはなってきてるけど、まあ、基本的にはすごく時間がかかるものだし、なんか最強の非効率とも言えるようなことだと思っていて、だからこそなんだろうな、やればやるほどものも良くなるし、クオリティも上がっていくし、センスも上がっていくし、まあ楽しいもの、やりがいはあるかなとはすごい感じてて。でまあ今だったら YouTube とかで、まあ、嘘も上げてるけど作り方とかこういうものを使ってますとか、まあ、いろんな情報がいっぱいあって、まあ、最近は独学で結構される方も多いなというのは感じているので、まあ、でもやっぱり独学には限界が正直あって、見るポイントとかであったり、ここはこうした方がこういう意味があるからこうした方がいいよっていうところとかもなかなか一人でやってるとわからないし、まあ、なので僕的に一番いいのがいい詩に出会うことっていうのはすごい思ってて、でいい詩っていうのはどういうことかっていうと、自分が尊敬できる人、できる、まあ、彫金にちょっとフォーカスするけど彫金をやってる人、長くやってる人、まあ、センスであったり、まあ、審美眼っていうと審美眼やったけど、あと技術、知識、経験、まあ、そことまあ人間力のところで、そこをまあトータルして自分がついていきたい、尊敬したい、教えてほしい人と出会うことっていうのが一番の近道とは思ってて、まあでも宇佐に聞くか僕に聞いてもらえれば大丈夫かなと思ってて、ぜひぜひ彫金教室興味ある大阪在住の方は江戸さんの方にご連絡されてみてください。まあ関西以外でも旅行ついでとか、いいですね。まあ一人でもできるし、二人でも、まあカップルとかご夫婦とかも多いんで、全然できますね。あとはマリッジリングを DIY でここでワックスで一から作ったりとか、まあそういうのもできるので、ぜひぜひ何でも聞いてもらえたらと思います。ありがとうございます。じゃあ、はい、これで以上にしたいと思います。はい。